おはようございます。今日は、すのこサンダーで磨いて塗装するという予定だったんですけども、この辺りはですね、風がかなり強いんで、今日は先にシャッターの方の修理をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ここのシャッターを修理しようと思っているのですが、強風で煽られて、外れてしまったということなんですが、この、留め具がですね折れてて、このなんだっけ、スタッドだったかながこう出てきちゃうと。そうするとシャッター閉めるときに横に当たってガガガっていう音がするということなので、この金具をちょっと自作しようと思ってダイソーで隙間トレーというのを買ってきました。でこれをこのように寸法出しをして切り取って代替できるんではないかということで加工していきたいと思います。さあ、うまくいくでしょうか。
シャッターのガイドレールが取れました。錆びているのと、あと下のここの部分がですね、多分シャッターは作った後にコンクリ打ったんでしょうね。シャッターガイドレールの上にコンクリをしているので長さ的に抜けませんでした。ちょっとはつって、取れるようになりました。そしてこの、スラッターの留め具がやっぱり、取れてしまっているので、ここを前回の作った、これで留めていきたいと思います。シャッターの、動きが悪い時はだいたいこのスプリングが、錆びて固着していることが多いので、このスプリングの部分と駆動部分に、スプレーグリススプレーをすると動きが良くなります。小さい方のシャッターがですね、明らかに向こうのシャッターと違ってかなり下まで落ちちゃって、本来であればここで止まってるシャッターの構造だと思うんですけど、ベロンと下まで落っこっちゃってますね。これどうしたらいいんだろうか。これ自作で作った100均で買ったプラスチック切って作ったものなんですけど、ここがですね弱いのでちょっといまいちダメですね。まあちょっと抵抗になるぐらいで、もっとやっぱりこのぐらいしっかりしないとダメなんでしょうね。これがペロンってなっちゃうとスラットがずれてしまうということで、
ちょっと残念で失敗ですね。皆さんは真似しない方がいいと思います。それと新しく、100均で作ったプレート、ここなんですけども、これを、鍋ビスでこういうふうに留めたんですけど、どうやらシャッターのガイドレールの隙間に入らないということで、これも失敗ですね。真似しないようにしてください。
ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それとコメントを